こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2026年2月後半に新しくゲームパスに追加されるタイトルと2月28日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。最後まで見ていただけると嬉しいです。エアリアルナイツドロップショット2月17日発売日初日からゲームパスに対応しています。飛行機から飛び降り、遥か上空から落下しながら敵を打ち倒していくステージクリア製の FPS ゲームです。落下スクロールという感じか、主人公が落ちていきながらうまくエイムして射撃するって感じの作品ですね。リロードを行うのにも落下中にアイテムを入手する必要があって、あまり無駄落ちできないような作りになっています。なお、日本語には対応していません。ウィッチャー3ワイルドハントコンプリートエディション2月19日からゲームパスに対応します。2015年にリリースされたオープンワールド RPG ですね。現行機向けのアップグレードも行われていて、Xbox シリーズ XS ではビジュアルやパフォーマンスの向上に新しいカメラ視点の追加なども施されています。さらに今作はコンプリートエディションなので、過去に配信された有料 DLC もゲームパスで楽しむことができますよ。EA スポーツカレッジフットボール26 2月19日からゲームパスに対応します。昨年7月にリリースされたアメフトゲームです。1万人を超える選手や300人以上のリアルなコーチを収録していて、これまで以上に本格的なアメフト体験ができるとのことです。なお、日本語には未対応となっています。デスハウル2月19日発売日初日からゲームパスに対応します。息子を亡くした少数民族の母親として息子の影を追いかけ、悲しみに満ちた世界を探索していくデッキ構築型のアドベンチャーゲームです。 PC ゲームパスの方で昨年12月に先行してリリースされていたタイトルですね。今回 Xbox でも発売される形になります。戦闘パートは単性かつグリッドベースで作られていて、作り上げたデッキを使って4つのエリアを攻略していくことになります。クラウドで手元で遊ぶのに適したタイトルになりそうですね。TCG カードショップシミュレーター2月24日発売日初日からゲームパスに対応します。ショップのオーナーとしてトレーディングカードショップを経営するシミュレーションゲームです。本作では市場の相場を参考にしながらカードに値段をつけ、商品の陳列やレジ打ちなどを行っていくこととなります。稀に臭いお客様も来店し、店の売り上げに影響が出てしまうこともあるので、そんなお客様の対応をする必要もあるとか、カードのブースターパックを開封してカードのコレクションをすることもできたりなど、カードショップならではの要素が詰まった作品ですね。気になっていたので遊べるのが楽しみです。ダイスアミリオン2月25日発売日初日から PC ゲームパスに対応します。サイコロを振って100万点を目指すローグライクゲームです。サイコロの効果は120種類以上存在し、様々な効果を組み合わせて強力なシナジー効果を発揮する感じになっているとのことです。バラトロのような感じの作品になるのかな？現時点では日本語への対応はアナウンスされていません。ファイナルファンタジー3 3月3日からゲームパスに対応します。1990年にファミコンで発売された FF3 のピクセルリマスター版です。今年の1月には FF1、2月には FF2 とゲームパスに追加されているので、毎月のペースで FF が対応していますね。こちらも1と2と同様に現代向けに遊びやすいように様々なブースト機能が搭載されています。私は FF3 は初めて遊んだのが DS 版だったのですが、水の巫女エリアの BGM がすごく印象に残っていますね。引き続きレトロな FF 未プレイの方はぜひ触ってみてください。キングダムカムデリバランス2 3月3日からゲームパスに対応します。15世紀中世ヨーロッパを舞台にしたオープンワールドアクション RPG です。発売から1年目にして早くもゲームパスに対応する形となりましたね。
本作では前作同様の主人公が数々の冒険を通して困難に満ちた人生を歩み、反逆者へと成長していく姿が描かれていきます。戦闘ではスリリングな鋼鉄のぶつかり合いと直感的な戦いを体感することが可能。また今作に登場する武器は当時のものを忠実に再現しているとのことです。1の方は残念ながら日本では未発売なので海外でのみゲームパスに対応していますが、続編の2は日本でも販売されているので日本でも配信されるかと思います。いつか購入して遊びたいなと思っていたのですごく嬉しい追加です。また2月26日にはタワーボーンの正式版がリリースされます。ステージクリア性かつベルトスクロールで遊べるファンタジー世界を舞台にしたローグライクアクション RPG です。昨年4月にゲームプレビュー版として発売されてゲームパスにも対応しているタイトルですね。もともとは基本プレイ無料のタイトルでしたが、正式リリース後は買い切りのゲームへと変更されてオフラインでもプレイ可能になります。今回の正式リリースにあたって最終決戦までを含む新たなストーリーやさらなるボスに新しい難易度、そして新装備なども追加されます。最大4人協力プレイにも対応しているので気になる方は今回の正式リリースを機に触ってみてはいかがでしょうか。ちなみに今作は Xbox ゲームスタジオファーストタイトルであるため今後もゲームパスから外れることなく遊ぶことができますよ。さらに2月12日にはディアブロ2リザレクテッドがゲームパスにサプライズ追加されています。2021年にリリースされたディアブロ2のリマスター版ですね。もともとは2000年に PC でリリースされた同作とその拡張パックを収録しています。3の方は日本語未対応ですが、2は日本語で遊ぶことができるので気になる方はぜひ触ってみてはいかがでしょうか。また2月14日にはキングダムカムデリバランスに現行機向けのアップグレードが配信され、新たに日本語字幕と日本語音声に対応。さらにグラフィックやフレームレートも向上しています。15世紀のボヘミアを舞台にしたオープンワールド RPG ですね。もともとは2018年に発売された作品で、Xbox 版はこれまで日本語未対応だったのですが、発売から8年経過し、ついに日本語に対応した形となります。テラリアとかオーバーウォッチもですが、本当に Xbox では発売からものすごい年月が経過してから日本語に対応するってケースがちょこちょこありますね。今作は同日2月14日から海外のみでゲームパスにも対応しているため、Xbox 本体の地域設定を北米などの海外に変更すれば、アカウントを変更することなく日本語でプレイすることが可能です。ただ、Xbox の地域の変更は公式に規約上は問題ないと明言されていますが、推奨はされていませんので、変更して遊ばれる場合は自己責任でお願いいたします。ここからは2月28日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介していきますね。エクスペディションズ・ア・マッドランナーゲーム。こちらは追加から1年半で終了となります。広大な砂漠や険しい山の凸凹道などを探検することができるオフロードシミュレーションゲームです。本作はレースを楽しむっていう感じではなく、急な坂道や不安定な岩場のような悪路や難路を慎重な運転で進めていくって感じのゲームになっています。時には横転してしまった車両を引っ張り上げたり、ドローンを利用して地形を確認し安全な道を走行したりなど、他の車両ゲームとは異なる遊びができるのが魅力の作品となっていますよ。モンスタートレイン。こちらは追加から1年間で終了です。カードを用いて戦っていくデッキ構築型のタワーディフェンスゲーム。ゲームタイトルの通り、列車を防衛しながらステージを攻略していく作品です。現在は続編の2の方もゲームパスに対応している上、2の方は日本語に対応していますが、今回外れる1の方は日本語未対応となっています。シャドウ・オブ・ウォー。追加から6年半で終了となります。非常に長い期間対応していましたが、今回ついに外れる形になりますね。
もともとは2017年に発売されたロード・オブ・ザ・リングの世界観を題材にしたアクション RPG です。およそ9年前の作品ということもあって、現行機向けの最適化がされておらず、今遊ぶと映像面や操作性など、どうしても古さを感じてしまう作品でもありますが、ロード・オブ・ザ・リングが好きな方は一度試してみてはいかがでしょうか。ということで今回は2月後半にゲームパスに追加されるタイトルと2月28日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、それにレビューなどを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。あと X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。